こんにちは、のかはるです。今日は都内で一人暮らしをする私の部屋のルームツアーをしたいと思います。1K10 畳の部屋で全体像はこんな感じです。手前にベッドがあって、奥に作業机兼ご飯を食べる机。こちら側の壁一面は飾りと収納系になってます。古道具やヴィンテージの家具などの古いものや作家さんが作ったものが好きです。私自身も作ることが好きなので、自分で作ったものもたくさん飾っています。部屋に置くもの、特に家具はなかなか買い替えないものなので、これでいいではなくて、これがいいでこだわって選ぶようにしています。まずは机周りからご紹介します。この机は小学生の時に学習机として親に買ってもらったシャルドネのものです。デザインや天然木の雰囲気が好きで長く使っています。壁付けランプはデンマークのヴィンテージのものです。アームが伸縮可能で左右にも動くので照らしたい場所を調整しやすいです。賃貸で壁に釘の穴は開けられないので、投げしレールという DIY 用の商品に板をつけて、そこにネジでランプを取り付けています。投げしレールは細いピンで壁に固定できるものなので、小さい穴を開けるだけで取り付けられます。本当はこの投げしレールは2パーツ上下につけるものなのですが、板の高さが足りなかったので段ボールでバランスを調整しています。奥には日本の古道具の透かし彫りが美しい小さな飾り棚を置いています。上の段には自分で作った陶芸作品を置いていて、これは鳥の指輪置きです。本当は歯ブラシ立てとして作ったのですが、穴のサイズが大きすぎてうまく立たなかったので、ベルトを入れて指輪置きにしました。熊のお香立て。まずはピンセットで前回炊いたお香の残りを抜くところから使い始めます。お香は表参道にあるリスンのものがお気に入りです。できるだけ毎日ノートに今の気持ちなどを書き出す時間を取るようにしていて、その時にお香を焚きます。このプレートは実家の庭の草花を押して模様をつけたものです。作家さんの花瓶にはドライフラワーを挿しています。これは私の陶芸作品で、ここ数年毎年作っているイヤープレートです。1年ずつ春、夏、秋、冬をテーマにして作りたくて、これは夏のデザインで作りました。北海道の民芸品の熊ぼっこ。めちゃくちゃ愛らしいですよね。周りはミモザで飾っていますが、そろそろ春も終わるので違うディスプレイにしようかなと思っています。台はスタジオ M のコンポートです。これも陶芸で作った置き時計で、時計の文字盤は白胡椒を貼っています。文字盤を何で表現するか結構悩んで、ビーズがいいかなとかボタンもありかなとか思っていろいろ試したんですけど、白胡椒が一番しっくりきました。これはキャンドルハウス。中にキャンドルを入れて灯すと素敵な感じになります。川越にある風紀堂さんで買いました。古道具の糸巻きにドライフラワーを刺してガラスのドームをつけています。干していたバラがドライになったので入れ替えますね。壁にかけているのはナチュラルキッチンで買った飾り棚です。画鋲で壁につけています。鳥とリスはナプキンホルダーなんですが、可愛いので置物として飾っています。熊本の熊。リサ・ラーソンが熊本のためにデザインして益子で生産されているものです。コロンとしていて可愛いですよね。古道具の返しにドライフラワーを刺しています。
カーテンレールに真鍮のヒンメリを飾っています。祖母と一緒に作った機織りの作品をかけています。このステンドグラスも自分で作ったものです。窓のレールに立つように紙粘土で台を作りました。クマたち、後ろに花束を抱えていてどんなシーンなんだろうって想像が膨らみます。カイボイスンのモンキーのリプロダクト品。この子にウールダスターを持ってもらっています。机の横には古道具屋さんで買った引き出し棚を置いていて、文具や薬類を入れています。上には木のケーキ台に鹿の陶器の置物を置いてます。ドライフラワーで角にしているんですけど、いい形の枝が見つかったら枝の方が角っぽいかなって思ったりしています。机の横には古道具屋さんで買った本棚を置いてます。十字の透かし彫りが美しいです。冬の朝はここに朝日が当たって影がとっても素敵なんです。これはイギリスヴィンテージのティーポット。ベランダに鉢植えがあった頃は水やり用に使っていました。シェーカーボックスはスタジオクリップで買ったもの。この黒いクマは北海道で買ったもので、お酒が入っていました。中を洗って飾っています。ソネングラスというソーラーランタンです。瓶の中には好きなものを入れられます。蓋の部分がソーラーパネルになっているから太陽光で充電できます。インテリアとしても素敵だし、防災グッズにもなる優れものです。熊本旅行に行った時にたまたま入った本屋さんで売っていたオラクルカード。色が美しくて購入しました。たまにパラパラと引いてみて、そこに書いてある一文を心に留めたりしています。スターチスのドライフラワー、真鍮のフレームの鏡、陶芸で作ったお皿。これまで作った陶芸作品はこんな風に土の種類や釉薬などをメモしています。このシェーカーボックスもスタジオクリップで買ったもの。お菓子類を入れたりしています。ここはインスピレーションになるような本を置いています。実用書やここに収まらないものはウォークインクローゼットに置いています。刺繍糸のディスプレイ収納は2つ目の動画だったかなで作る様子を撮っています。いつかアトリエ部屋みたいなものを持てるようになったらいいなと思いつつ、今の部屋も少し制作しやすいような環境とか創作意欲が湧くような感じにしたいなと思っています。ベッドのフレームは楽天のタンスの弦というお店で買った1万くらいのものです。高さを変えられるようになっています。木の雰囲気とシンプルなデザインが好みでお手頃価格だったので買ってよかったなと思っています。ベッドカバーは無印。その上にパシーマのパッドを引いています。ベッドの上のニッチ部分はこんな感じ。上の魚の作品は私が小学生の時におばあちゃんが作ってくれたもの。ティッシュケースはサリュで購入したもの。遠くから見たらティッシュケースに見えなくて可愛い家って感じです。これは台湾のアンティークランプ。このガラス可愛いですよね。この前ナチュラルキッチンで買ったこの壁飾りも台湾の作家さんから買ったこのコースターも同じデザインのガラスを使っていますね。昭和ガラスの一つなのかな。この鳥はフレスクっていう EC サイトで買ったフックで、私はフックとしては使用せずにディスプレイとして飾っています。バーズワークスのセラミックオーナメント。吉祥寺のフリーデザインっていうお店で買いました。古道具屋さんで買ったチャーチチェア。太平産業のものです。形が本当に可愛い。来客があった時にはこの椅子に座ってもらったりもします。カゴの中にリモコン類やラベンダーのオイルなどを入れています。木彫りのクマ。目が優しくて可愛いです。反対側の壁に移りますね。これはインド製のチェーンベルトオーナメント。表参道のソートオブカンカンというお店で購入しました。これはおばあちゃんが鎌倉彫りで作った鏡です。すごく素敵ですよね。おばあちゃんは手仕事が好きで、
私がものづくりが好きなのは結構おばあちゃんの影響を受けているなと感じるし、こうして部屋におばあちゃんの作ったものを飾れることを嬉しいなと思ってます。この本棚も古道具屋さんで買ったもの。日本の古いものですね。上のステンドグラスは彦星さんというステンドグラス作家の作品です。熊好きにはたまらなく一目惚れでした。ドライフラワーと大阪のエトセトラで買った熊です。これまでたくさんの木彫りの熊を見てきたけど、この形は珍しいなと思って買いました。格好がおしとやかな感じなので、おしとやか熊さんって呼んでます。下に引いているのは昭和ガラスがはめ込まれた作品です。本当は光を通すとより綺麗なので飾る場所を変えた方がいいかもと思いつつ、一旦ここに置いています。季節の移ろいが好きで、二十四節気のカレンダーを愛用しています。二十四節気は1年を24個の季節に分けて自然の移ろいを細やかに表したものです。シュンシュンさんのイラストが繊細で素敵です。これは立春から始まるカレンダーで、3年前からこのカレンダーを愛用させてもらってます。二十四節気のポストカード。それぞれの季節に合ったイラストと詩が書かれています。ヴィンテージの鍋、花瓶、キャンドル。下の引き出しにはマスキングテープを入れています。これは北欧のヴィンテージの壁掛けライト。繊細な刺繍が美しいですよね。ウクレレ。このウクレレをかけているクマは自分で木をカットして、さらに彫刻刀で模様をつけてアンティークワックスで着色しました。このウクレレ掛けは壁にネジで固定するものなんですが、これも壁にネジ穴を開けるわけにはいかないので、ちょっと工夫してみました。ウクレレ掛けをクマにネジで固定して、クマにビラ缶をつけて画鋲で壁につけています。ガジュマルも育てています。古道具の糸巻きに乗せています。無印のカゴはゴミ箱として使っています。このショーケースと付机も古道具屋さんで買ったものです。毎年干支の置物を紙粘土で作っていて、今年は2年なので蛇の置物を作りました。これは陶芸で作ったケーキ台です。これは友人の家で染めた布です。ジーンズ生地から色を抜きたいところ以外を紙で覆ってシュッシュって漂白してクマのデザインを浮き上がらせました。イヤープレートの春バージョン。ミニ花瓶にはお香を入れています。表参道にあるリスンのお香を愛用しています。キャンドル、木の指輪入れを手前に飾ってます。ドライフラワーのリース。わら細工たくぼさんの作品。お正月飾りを自分でアレンジしたもの。これはただの枝なんですけど、枝の形がかっこよかったので壁に飾っています。クリスマスにはオーナメントをかけるのもいいかもと思ったりしてます。二十四節気のポストカードはここに貼っています。縦横が揃わないように貼るといいバランスになる気がしています。サイドバイサイドの伸縮する鍋敷き。鍋敷きとして使わないときは壁にかけています。これは両方フランスのヴィンテージです。
ウォールキャビネットは1930年代のフランスのものだそうで、遠い場所で昔の人が使っていたものを今自分が引き継いでめでているっていうのがなんだか嬉しいし、良いものを長く使うっていうことが心地いいなと感じます。我が家にはフランスのものも北欧のものも日本のものもあるけど、古いもの同士ってなんだか調和するなっていうのも感じています。この辺りは全部古いガラスもの。お香の台と色違いの平皿、ダーラナホースの置物、カップ&ソーサー。ハロウィンの時期に買ったかぼちゃで、これ本物なんですけど腐らずにすごい長持ちですね。ここに溝があるのでプレートを立てることができます。リセノのキャンドルホルダー。これは吉祥寺のロベニエというお花屋さんで買った花瓶。中にガラス瓶が入っているので生花も生けられます。下のシェルフには食器類や画材などを入れています。この裁縫箱はおばあちゃんに譲ってもらったものです。中には金継ぎの道具を入れています。古い金魚鉢。お花を浮かべたりしたら可愛いなと思って買いました。これもおばあちゃん家からもらった時計でレトロで可愛いですよね。古い踏み台。先ほど紹介した二十四節気のカレンダーはここにかけています。タイの古い家を解体した時に出てきた屋根の木につけています。カレンダーには穴を開けたくないので画鋲にクリップをつけています。北欧暮らしの道具店のカッティングボード。クラシカルなデザインが素敵です。ここにはウォークインクローゼットがあって、服、バッグ類、本や書類などかなりいろんなものを詰め込んでいます。部屋の真ん中には大阪のシャークアタックで購入したヴィンテージのタイルトップのコーヒーテーブルを置いています。このタイルもこの足のデザインもとっても可愛いですよね。コーヒーテーブルは床に直に座ると高すぎるので小さい椅子を探していて、この子を見つけました。1000円くらいのお手頃価格でした。フランスヴィンテージのボビンレッグスツール。この形のスツールがずっと欲しくてヤフオクで見つけて買いました。この花瓶とスズランも吉祥寺のロベニエというお花屋さんで買ったものです。スズランはフェイクなんですが、職人さんが一つずつ着色しているらしく、時間が経つともう少しアンティークっぽい色合いになるそうです。変化も楽しみです。キッチンはキッチンツアーの動画で詳しく紹介しているので、そちらをご覧いただけると嬉しいです。DIY で飾り棚を作ったり、レンジフードにツール系を可愛くかけたりして、料理の気分が上がる空間にしています。キッチンワゴンはセミオーダーでタイルを貼るスペースを空けてもらって、タイルをはめ込んで水埋めしました。タイルは陶芸で自分で作ったものです。部屋のお気に入りのカットや自分が好きなことを書いています。玄関横のスペースは DIY ってほどじゃないんですが、自分で棚を作りました。1段目はこの字型の台、2段目は古道具の糸巻きと陶芸で作った台で棚板を支えています。ここにはアクセサリー類を置いています。ナチュラルキッチンで買った飾り棚にアクセサリー類を置いてます。これも陶芸で作った指輪置きです。熊滝は箸置きなんですが、飾りとしてちょこちょこ飾ってます。アトリエコインの置き時計、ネックレス、北海道の阿寒湖のお土産屋さんで買った熊のメガネ置きと鳥のバターナイフ、あとお菓子の木型も飾ってます。木彫りの熊の服掛けに帽子とエプロンをかけてます。熊が好きすぎますね。
物が多いので長いルームツアーになってしまったと思います。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。一人暮らしを始めるときにお気に入りに囲まれた生活をしてみたいっていう憧れがあって、それを実現するために本当に気に入ったものだけを部屋に置くようにしています。マンションって壁が多いなっていうのが引っ越してきた時に感じた一つで、この大きなキャンバスをどうデザインしようってワクワクしたのをよく覚えています。広くはないので圧迫感が出ないようにあまり大きな家具を置かないっていうのも気をつけているポイントの一つです。この先も少しずつ部屋のレイアウトを変更したり、季節の飾りを取り入れたりしたいなと思っているので、今後も私の部屋の変化を見守っていただけると嬉しいです。この動画を気に入ってくださったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。のかはるでした。